どうも皆さん、カイトです。ステルス 2D アクションバベルの図書館をご存知でしょうか。こちらは2023年4月7日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速 98.8% までクリアしたんですけど、謎解きが難しすぎるデス戻りアクションでしたね。ポストアポカリプスな世界観を感じ取れる作品でもあり、それに合わせての機械仕掛けの謎解き、探索ステージでのシビアなジャンプアクションとステルス要素は結構面白かったです。今回はバベルの図書館という作品をできるだけコンパクトに紹介します。では早速やっていきましょう。まずバベルの図書館ってなんやねんって方に簡単に説明すると、短編小説ザ・ライブラリー・オブ・バベルにインスパイアを受けている作品で、人類が絶滅した2万年後が舞台。主人公ルドビクは探索者シーカーとしてある事件の調査にジャングルを抜けた奥にあるコロニーに訪れます。そこで女神ミテラと情報交換をしている時に事件が勃発。そうカルト団体カボリスト教団の一人が乗り込んできて住民を狙撃して自決。教団を率いるカボール大佐が図書館に訪れてから異常な行動をとっていることが分かり、ルドビクは調査に迫っていくお話。すべて手書きアートの 2D グラフィックで表現されてて、手触りがいいアクションをしながら探索します。シーカーという探索者のために攻撃が一切できないのも特徴で、隠れてやり過ごすというステルスを駆使しながらステージのパズルギミックを突破していきます。アイテムを見つけては解決、さらに組み合わせては新しいアイテムを作り出し解決と、物々交換のように謎を解いていきます。セーブはコントロールポイントに触れると可能で、各地で起動させるとファストトラベルも解放されます。メトロイドバニアやソウルライクみたいな自身へのバフ強化、スキル強化は存在しないんで、ひたすらテクニックだけで攻略していきますね。少ないヒントを頼りに手探りで探していく楽しさもあります。流れとしてはこんな感じ。次におすすめポイントになるんですけど、世界観と探索に全振りした謎解き要素。パッと見のパケ印象とトレーラーで購入を考えている方は世界観に惹かれたことでしょう。カイトもその一人ですし、それが一番の特徴。2万年後が舞台という近未来感で、ロボットたちが人間のような生活をしているだけで面白いと感じ取られるはず。たわもないキャラとのやりとりでさえ人間味あふれるトークもできるのもいいんすよね。また独特の UI による文字の出し方やインベントリ表示、メニューによる現在地からメインクエストとサブクエストの分かりやすいさなど作り込んであります。探索に関してはゴリゴリ進んでいくだけでアイテムを容易に見つけることができるのを楽しめるポイントで、拠点での会話で情報を集めながら隠しツールを発見する面白さ、少し考えさせられる謎解きのギミックなどは考えてあるなと。ステージによってはトラップが設置されていたり、その合わせての敵が無数に出現したりと、突破するためのステルス操作もしっかりとあります。ミニゲーム的な要素のドローンでの遺跡撮影イベントも集中力が求められるんで息抜きにもなりませんが、カルト教団の異常な行動を調査するときに色々と明かされていく図書館自体も後半になってくるほど熱を帯びてくるのも面白い。そして気になるポイントなんですけど、ステージと謎解きがメンタルが持ってかれるぐらい難しすぎる。世界観と探索に全振りした謎解き要素が最高とは伝えたんですけど、あくまでプレイヤースキルと頭が柔らかくないと話にならない高難易度です。序盤のみスイスイと指示された場所に向かってステージは攻略していけるんですけど、そこが突破した瞬間に 100% どこ行けばいいか迷います。マジで迷う。アイテムに関しても単一でゲットしたものは使えるものはほぼなくて、何かと組み合わせて1個のアイテムにして進めるものばかりですね。これが見つからないし、何組み合わせてもマッチしねえ。やっとの思いで合致したと思っても使うところがわからねえってザラです。またショップでのアイテム購入やサブクエストでゲットできるアイテムも全てメインクエストで必要になるので注意してください。ステージに関しては序盤だけ簡単であり、あとはめちゃくちゃ難しいと思ってもらって大丈夫です。単純にジャンプして捕まってだけの箇所は簡単なんですけど、敵配置のステルスが絡んでくると緊張感が鬼増し。見つかってないと思っても見つかった瞬間にふざけんなって絶対叫びます。スカイのゴンドラに乗る箇所が一発もミスらずに突破するが大前提なんで、ミスった瞬間にセーブポイントまで戻される鬼畜仕様なんですよ。ちなみにここの場面はスイッチ版でデスりまくると動機ずれでゴンドラがうまく作動しなくなり、一生
を突破できないのでリセットしてやり直した方がいいです。アクションの手触りがいい分、色々とシビアな設定になっているのがオールド感がプラスされて、ソファーにコントローラー投げかけたのは最近の話。最後にまとめになるんですけど、世界観がとても好みで難しい探索要素とデスメンタル耐性があり、図書館の謎を解きたい方にぜひプレイしてほしいのがバベルの図書館。中盤以降からのステージ難易度が異常になってきますが、生きた時は生きてしまうという何とも言えない感覚。地下水道での理不尽な当たり判定の鬼ごっこから一息つく間のないステージギミック。よかったら皆さんもカボール大佐がイカれてしまった原因をつかみに行きませんか。きっとジャンプの崖つがまりのシビアな判定でも切れ気味で、さらにはどこ行ったらええねんマジで意味不明やねんとググっても YouTube で検索しても中途半端なウォークスルー動画しか出てこないこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。